そうです、お父さんの思い出の味です。ほとんど尾道のものをなるべく使うようにかけます。中学校高校ってお弁当がいるじゃないですか。そのお弁当もずっと父さんが作ってくれてたんですよ。お父さん手作りで毎朝卵焼きをそれがこれで買った。そうよね。2、3月からは絶対怖いと思う。任せた？全然。すいません。めっちゃ狭いですよね。築100年で、もともとは串カツ一口さんっていう尾道ですごい有名な串カツ屋さんがあるんですけど、ちょっと行ったところに広くなって綺麗になって移転されてます。そこがここで55年されてた。壁すごいですよね。これで完成なんですよ。そうめっちゃ近所の人にも言われるんですよ。予算が足りんくなったけ途中で貼れんくなったんかとか言われるんですけど、これで完成です。一応ちゃんと建築デザイナーさんがこれをあえてデザインしてくれてて、本当は貼ってあったんですよ、壁。そうなんです。羽釜で描きます。能登半島の六湖園っていう窯なんですけど、なんかちょうどお店をオープンする時期ぐらいに震災が起きちゃって、あっちの方でなんかボランティアっていうかな、寄付になるみたいな、買ったこの羽釜の一部が寄付できますってなってたんで、それにしようって思って。そうです、ここは尾道の飲み屋街、新街っていう飲み屋街です。お昼すごい何もないですよね。この辺すごいシーンとしてませんでした？そう、お昼はもう全然シーンとしてて、観光客の方もここまでは多分あんまり歩いて来られないんですよ。70歳のママとかすごい人気なんですよ。めっちゃ盛り上がってて、いつもいろんなとこからカラオケの声が聞こえてきます。そうですね、もうみんな地元の人に愛されてる場所ですね。店も全部みんな地元の人が行ってる。いただいてるお弁当が今日12個あるんで、そのお弁当用です。で、お客さんにランチで出すお米はあっちの羽釜で炊きます。卵黄の醤油漬けがおにぎりの上に乗るんですけど、それを作ります。冷凍して、この冷凍したやつを取り出したら黄身がこんなまん丸になって出てくる。で、それを1日ぐらいつけてます。で、こっちはだし巻き作ります。
弁当も予約、はい、ランチも夜も予約。一人でやってるんで予約じゃないとなかなか対応できなくて、あとなんか今食材が高いじゃないですか。だからロスあんまり出したくなくって、予約制の方がなんかこう理解してくれてるお客さんも一人でやってるから仕方ないよねとか、みんな優しいです。今昆布を昨日からつけてるんですけど、ちょっと出汁を取ってます。ランチで豚汁を出してて、その出汁ですね。ガンモも出します。ガンモはこれで揚げてます。ガンモって揚げたやつを多分売ってるんですよ。その揚げたてが全然なんかやっぱ手作りで揚げたてって結構違うんで、それ食べてもらいたいなって思って作ってます。これから作りますね。お豆腐を1日かけてしっかり水切りしてます。1個は白あえ、こっちがバン。片栗粉です。はんぺんがつなぎみたいな感じです。そう、これ尾道のお塩、尾道の山根食品さんっていうところのお塩です。美味しいんですよ。すごいなんか丸みがあって角がないっていうか。なんか塩も人気で、その塩どこに売ってますかって言われて、結構遠いんですよ。尾道駅から15分ぐらい車で行くとこにあるんで、ここでも取り扱うようにして、漬物とかもその塩だけで漬けてるんですけど、めっちゃ美味しくなる。だから昨日から漬
けさせてもらってるんですけど、こういう感じで野菜切って塩バーって入れただけで美味しくできちゃう。ほとんど尾道のものをなるべく使うように、さっきの昆布もこのお塩屋さんのところから買う昆布で、今豚汁なんで一番だししか使わないようにはしてるんですけど、冬は合わせだしにしてた時は鰹節も尾道の鰹節使ってました。一応これががんもどきの種、一旦寝かせます。漬物も好評で、漬物すごいお上手ですねって言われるんで、この塩だけなんですって言ったらこの塩が売れるんですよ。どこでも習ったことがなくって、独学です。料理飲食店で働いたこともなくって、最初はめっちゃバタバタでした。なんか父子家庭でおばあちゃんがよく料理を教えてくれてたんで、おばあちゃんの味みたいな感じですかね。料理好きです。焼いてお弁当のおかずとランチを並行しながら作っていかないと間に合わなくて。お弁当とランチで出す用の大学芋、もう全部手作りにしてます。なんかお客さんの中には漬物とかでも市販の漬物は食べれないっていう方とかもいて、全部手作りでできるものは全部手作りしようと思って。でも全然苦じゃないですよ。だから楽しいです。これががんもどきです。結構やっぱり観光客の方も多いんで、常連さん半分観光客さん半分って感じなんで、どっちも喜んでもらえる。
なんかこれだけでしっかりおかずになるぐらいいっぱい具入れてます。よし。大学芋なんですけど、揚げずにストーブで蒸し焼きにして作ります。なんかそのお客さんにも「この大学芋美味しいですね」って揚げてないのにすごいホクホクでって言ってもらえて「どうやって作ってるんですか?」って言われた時に「ストーブで作ってて」って言ったら「ストーブどこにあるんですか?」ってあ、この鍋の名前です。ストーブとルクルーゼっていうこういうなんて言うんだろう、銅物の鍋が美味しく野菜を炊けるキャンプとかで使う多分鍋ですよね。鞆の浦です。はい。福山の鞆の浦っていうところ出身で、なんかもともと保険屋さんだったんですよ。営業マンで。すごい成績求められて真面目にやってて、真面目にやりすぎちゃってて、途中からちょっとしんどくなって病んじゃって、でその時に尾道の景色と尾道のなんか飲食店にお店に救われて、なんかすごいホッとするなって思ったんで、私もそんなところでご飯屋さんできて、私も同じようになんか誰かの元気与えれる存在になれたらなって思って。だいぶ癒されませんか？なんか尾道の海って。あとなんかみんな住んでる人も穏やかで、尾道の人って、今尾道に住んでる人って半分地元の人、半分移住者なんですよ。だから移住してくる人がまた移住してくる人を呼んで、みんな移住してくる人で増えていくみたいな感じなんですけど、それだけ移住してくる人にも優しいみたいな。あんまりなんかよその人を受け入れない土地もあるじゃないですか。でも尾道の人みんな寛大で、この昔からの良さと最近の良さがありますよね。市長さんとかもなんか普通にふらーっと来てくれたりします。頑張ってるねみたいな感じで。なんか市長さんってそんなね会うことないじゃないですか。でも尾道の市長さんはめっちゃフランクで普通に歩いてます。その辺をめっちゃ面白いです。品数多いんですよ。だから7時半に来てもいつもそれでもバタバタで。なんか使ってる器とか、この変わった器とかこれもですけど、全部尾道のなめら屋さんっていう古物商の方がいて、その人たちにこの空間に合う器をプロデュースしてもらって置いてるんですよ。変わったものが多い。そうお盆も全部一緒じゃないのがあえてで、全部古いものなんですけど、そのなめら屋さんから全部
れは唐揚げです。下味をつけておきます。そう、手間かかってます。こうしてる。なんか地元の本当個人店が多くって尾道、その空気感もやっぱ違いますね。うん、坂めっちゃ多いですよね。それもでも楽しいですよね。歩く観光とかだったら歩く楽しさがある。お米は島根のお米です。島根から1年間分を買い付けてトラックでランチに2種類ついてて、15穀米と羽釜で炊いた白米。羽釜では15穀米あんまりうまく炊けなくって。羽釜用はちょっと1時間浸水がいる。たけのこ、尾道レモンが有名です。何が有名か、レモンぐらいかな。かけます。こんな感じで、さつまいもの甘みがしっかり感じられるんで、あんまりお砂糖入れてない。なんか料理にもあんまりこう味付けしっかりはするようにしてなくって、ほとんどそんなに調味料いっぱい使わずに作るようには心がけ。がんもどきも揚げ物だけど豆腐なんで、ほとんどすごいがんもどきの罪悪感も少ないと思う。ほぼ女性、9割女性です。男性来られるとしたら、その女性の付き添い、彼氏とか旦那さんとかで一緒に来てくださる方が多いですね。でも全然男性のお客様もいらっしゃいますよ。いい方がすごい。これは白あえにします。これはね、一旦茹でます。後で。白あえはランチに使います。大きいですよね。そう、大きい方が喜んでもらえる。
たけのこのおかかあえ。お弁当のこのおかずは季節によって変わるんで、ちょっと季節っぽいものを。お弁当具だくさんな方が嬉しくないですか？あっちで切ります。たけのこが隠れちゃう。もったいない。たけのこ。これ上がってます。ごまをやっぱすって入れてるからすりたてめっちゃいい匂いしますよね。今なんか自分がその子供を育てる立場になって父さんの凄さを感じてます。父さんすごいなって。
中学校高校ってお弁当がいるじゃないですか。そのお弁当もずっと父さんが作ってくれてたんですよ。だからなんか私の中でお弁当っていうのはなんかお父さんのイメージ、お父さんの思い出、お父さん手作りで毎朝卵焼きを巻いて焼いてくれてて。3人分ですよね。そう、3人分。すごいですよね。しかもそれがめっちゃ好評で、なんかその友達とかからお弁当のおかず交換しようとかって言われたら、お父さんの卵焼きがすぐに人気でなくなっちゃうぐらい。そうです、お父さんの思い出の味です。ちょっとこれ2階に持って上がっておきます。取ります。塩おにぎりなんですけど、うち中に具は入ってないんですよ。でもその羽釜で炊いたご飯ってめちゃめちゃ美味しくって、その美味しさを味わってもらいたいなって思って、あえて塩結びでやってます。なんかそれもコメントで書かれたんですよ。中に具がないじゃんみたいな。具がないのも美味しいんだよって思って。7、8、9、10、11ね。11。この前そこにあるしじみで、その魚屋さんのしじみでしじみ汁したんですよ。めっちゃ美味しかったです。いや、まだ炊けてないんですけど、天地返しって言って中で踊ってるのを一回返すんです。熱上と下を返すイメージで、もう一回弱火にして15分です。出来上がり。こうで、はい。すいません、お待たせしました。こんにちは。お待たせしました。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。
ります。はい、尾道蔵さんのこちらにあるイチジクのお酢で、はい、これから食べるものの血糖値の上昇を穏やかにする効果がございます。そうなん。外は初めて入った。行きたいとかっていうのを妹がそういうのが分かんないから行きたいで親戚の僕のせい今週行くんですよ。いいなぁ。いいなぁ。近いんですか、市内から。市内ですよね。もう違和感ないし、すごいよっていうけんさ。手真っ赤になりながら。いやすごいなと思う。そう、もう皮膚がなんかおばあちゃんみたいになってて。っていうのが一番馴染んで、あれだったんだけど、そのブランドというか、その商品なかったもん、今回買いに行ったらもう。環境問題とか、環境問題と、ビジネスと、あとなんかその、わかる。めっちゃ暑いんですよ、これ。一人でお留守番なんだよねって言ったら、ゆずがね、なんか。すいません、ありがとうございます。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。土曜日に開店。いつも営業始まってからすごいわたわたします。食洗機めっちゃ欲しいんですよ。でも置く場所がなくってそうだから11時の部はちょっと順調に回るんですけど、ここからパニックになります洗い物が入ってくるんで。もう最後です。めっちゃ美味しかった。あ、最後、はい、ありがとうございます。いや、まあ、一旦何ぼでも取れるんだけど、もうおしまい。ありがとうございます。今日何も用意してなくて。じゃあもちろん全然、はい、まあ頑張ってください。ありがとうございます。取材受けてください。
常連さんです。あ、常連さんですか。はい、前シェアキッチンの時から来ていただいている常連さん。すごい人気ですね。時間のなんかこれのれんかかったらすぐお客さんがバーッと入って予約のお客様がありがたいです。またちゃんと予約してきます。はい、お願いいたします。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくって感じ。取れたてのたけのこ。あ、そう、おじさんがこの前くださったやつを今日お弁当のねやってたやつ。ありがとうございます。1700円です。ありがとうございます。少し段差あるのでお気をつけください。ありがとうございます。いってらっしゃい。予約のはいどうぞ。3種類ぐらいいろいろどれが分からなかった。そうですね。3月作業絶対怖いと思う。重いからね。やっぱギュッとやったら普段になるかなと思って多めに作っちゃったのでこれもやるし。何と何と書いた方がいいけど。あ、できる。そういう。なんか1個のチーズでるじゃんこの。夜店の人で見たとき、もっと自分で吸収をグラデーションを自分で練習してもらうまいと思う。ありがとうございます。お安いやつあれば、お待たせいたしました。前から失礼いたします。チリとかでさ、遊びに行ってる時は、自分で化粧していいんだよ。そんなお風呂前。すいません、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。めっちゃ美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。任せた。全然。はい、すいません、お待たせしております。前から失礼いたします。美味しい。美味しいです。美味しい。健康になりそうです。お野菜がいっぱいですごいヘルシーで美味しいです。あ、よかった、ありがとうございます。マンモドキがすごいふわふわでめっちゃ美味しいです。よかったです、ありがとうございます。揚げたてってなかなか食べれないですもんね。周りがね、カリカリで、中ふわふわで。おにぎりも美味しかったです。あれ卵黄絶対つけますよね。そう絶絶対つけたくなる。お待たせしました。どうぞ。はい、直前のお酢です。あ、そうだし。ポンポンがまた調子をつけて。それぞれその一緒に暮らしが食べたいって言って。詰めてくれんってそっちだけで。美味しいじゃん。